もしあなたの見た目の特徴を理由に命を狙ってくる殺人犯がいたら、遡ること約46年前の1977年8月7日、アメリカウィスコンシン州。今日は晴れてよかったね。この後どこへ行こうか。一組のカップルが腕を組み、仲睦まじく街を歩いていました。そんな穏やかな昼下がりのこと。突如鳴り響いた銃声に街の空気は一変。凶弾に倒れたカップルを前に人々は騒然とします。大変だ、救急車を呼んでくれ。そして騒ぎ立てる人々をよそにライフルを下したその男は静かにつぶやきました。神を冒涜した罰だ。30メートル以上離れた物陰に潜むその男の存在に人々が気づくはずもありません。犯行を終えた男はそのまま人混みに紛れ逃走。しかしその最中、何かに気がついた彼はすぐにその足を止めたんです。男がじっと睨みつけたその先にいたのは、街に偶然居合わせた黒人の少年。続けて男はこう言い放ちます。また見つけた。劣等人種は消さないとな。人混みに紛れ罪のない人々を殺めていく男。街行く人を劣等人種と罵るこの男の目的は、実は一見救いようのないその思想こそが彼の唯一の拠り所だったんです。聴衆中、ケンちゃんです。闇柱闇子です。ねずこが好き。何柱が一番好き？恋柱、恋柱。恋柱。リアルに言うとカナオだな。カナオさんは毒柱です。何柱じゃない。カナオはあれか。上司は誰？カナオの上司は忍さんね。忍さんは何柱？忍さんはなんか、あれだよ。俺柱。全部俺にする。でも、すごいわね。刀鍛冶の里って言うけど、毎回絵のクオリティすごくない？ね。あれ、知ってる？あれよ。みんな頑張って描いてたよ。舐めてんのあんた。すっげえ頑張ってるな。楽しませていただきますということでね。はい。本日ご紹介するのは差別思想をきっかけにね、殺人をどんどん犯していくシリアルキラーについてなんです。この事件で本当に恐ろしいのは、その思想をね、徹底的に従おうっていうその執念なんですよ。執念？なんか変な信念持っちゃってるってこと？そうなんです。ってことは犯行とかにもなんかその執念みたいなの現れてそうだけどね。そのね、執念がゆえに、いろんな執念を原料に、エネルギーにして、殺人術を身につけてるんですけど、殺人術？この殺人術のレベルが高すぎて、しばらくね、誰にも気づかれずに連続殺人を成し遂げていったんです。何殺人？一体どういうことなんでしょう。姿なき銃撃。遡ること45年前の1978年3月6日、アメリカ・ジョージア州、2人の中年男性が裁判所へ向かって歩いていました。そのうち1人はポルノ雑誌ハスラーの編集長ラリー・フリント、そしてもう1人は彼の顧問弁護士でした。ハスラーはポルノ雑誌の中でも隠し撮りを掲載するなど特に過激な内容で知られており、世間から批判を受けることが多々ありました。ラリーは雑誌の内容をめぐりわいせつ物頒布の容疑をかけられており、その日も裁判が行われる予定でした。今日の裁判は勝てるんだろうな。淡々とした口調で隣を歩く弁護士に尋ねたラリーが訴えられるたびに彼を救ってきた弁護士は至って冷静な様子で答えます。問題ありません。そう、雑誌の掲載内容をめぐる裁判などラリーにとってはもはや慣れたもの。弁護士とのそんなやりとりもごく日常的に思えていました。しかし裁判所前の街中に突如として鳴り響いた2発の銃声。その場は一瞬にして悲鳴と喧騒に包まれます。人が撃たれたわよ、大丈夫ですか？人々が取り囲むその場所にはラリーと顧問弁護士が2人血を流し倒れていました。その後警察がすぐに駆けつけ現場周辺を捜査。現場は人通りも多く、2人を撃った犯人もすぐに見つかるものと思われていました。しかしなぜかその日犯人を目撃した人は1人もおらず、捜査は暗礁に乗り上げてしまうんです。街中で銃バンバンぶっ放してさ、その上で目撃者がいないなんてことある？今回の犯人の場合はこれが通常運転、普通なんでございます。裁判所前の襲撃事件から2年後の1980年。もしもし、警察？何の用ですか？そう言って受話器を取ったのは、そう、あの日襲撃されたラリー・フリント。彼は電話のそばまで車椅子を転がしてやってきていました。ラリーはあの事件で一命こそ取り留めたものの、後遺症で下半身が動かなくなってしまったんです。そしてこの後の警察の言葉にラリーは思わず目を丸くします。2年前、あなたを撃った犯人が捕まりました。犯人はジョセフ・ポール・フランクリン。聞き覚えはありませんか？しかし多くの人から反感を買っていたラリーでも、奇妙なことにその男の名前には一切覚えがありませんでした。さらに犯人のジョセフがラリーを狙ったその理由も多くの人にとっておよそ理解の及ばないものだったんです。犯人は雑誌に掲載されていた白人と黒人の行為中の写真が気に入らなかったようです。
そんな理由で俺は殺されかけたってのか。犯人の動機を聞き、思わず顔をしかめたラリー。しかし、最も驚くべきは、犯人のジョセフがラリーを狙ったその犯行手口に関して。事件当日、現場に居合わせた多数の通行人は、誰一人として犯人ジョセフの姿を目撃していません。それはジョセフが現場から30メートルも離れた地点からラリーを狙撃していたため。2発の銃弾でラリーと弁護士の2人を正確に撃ち抜いたジョセフは、凄腕のスナイパーだったんです。さらに警察は、ジョセフの素性について続けてこう話します。犯人は右目を失明した状態であなたを狙撃しています。どういうこと？どう組んでしたらそうなの？もうなんか相当な執念がなきゃね、身につかないですよね、こんな技術。ジョセフがね、相当な執念を持って犯行に臨んでいたことには、その生い立ちが深く関わっているんです。そしてその生い立ちには、彼が黒人と白人の交わりを嫌っていた理由も隠されていたんです。人間の価値。1950年4月13日、犯人のジョセフはアメリカ・アラバマ州で一家の長男として生を受けます。家族は退役軍人の父ジェームズに母親のヘレン、妹2人に弟1人の6人。ただ、その暮らしはとても和気あいあいと呼べるものではありませんでした。酒だ、酒を持ってこい。真っ昼間から顔を真っ赤にしながら酒を要求している父ジェームズ。彼は軍人を引退してから肉屋を営んでいましたが、ジョセフが8歳の頃にはすっかり酒に溺れ、ろくに働かなくなってしまっていました。なんでこの家には酒がねえんだ、この野郎。父ジェームズは毎日のように飲み歩いており、ほとんど家には帰ってきません。そしていざ家に帰ってきたかと思うと、そうやって子供たちに暴力を振るっていたんです。父親がアル中で働いてないってさ、子供4人もいてどう暮らしてたんだよ。まあ普通には暮らしていけないですよね。腹が減った。何か食い物を。ある日、まだ幼いジョセフがそうやって冷蔵庫に手をかけたその時、誰が勝手に冷蔵庫を開けていいって？ジョセフの背後から怒号を飛ばしたのは、そう、母ヘレンでした。このただ飯食いが、このそう言ってジョセフのことを何度も殴りつける母ヘレン。父親がろくに働かない一家は困窮を極め、苛立った母ヘレンもまた子供たちに暴力を振るうようになっていました。そうやってろくに食事も与えられず、幼少期を虐待にさらされ続けたジョセフ。大人になって彼は右目を失明し、左目も部分的に見えない状態となっていました。ジョセフがそうなってしまった事情は語られていませんが、おそらく両親の度重なる虐待が原因だと考えられます。そしてジョセフが過ごしたその劣悪な環境は彼の心に深い闇を植え付けていきました。神様、僕は優れた人間ですよね。だって僕は白人なんですから。そう、高校生になったその頃、ジョセフは白人至上主義に傾倒し、白人以外の人種を見下す差別主義にどっぷりとハマっていました。両親からの人とも思わない扱いにさらされ続けた彼は、いつしか白人であるという事実にしか自分の価値を見出せなくなっていたのかもしれません。こんな、だからジョセフは白人と黒人が交わることをめちゃくちゃ嫌ってたわけね。そういうことなんです。そして今回はね、ジョセフがハマってしまったこの白人至上主義、一体どういうものなのか見ていきたいと思います。というわけで本日のメトラキーワード、白人至上主義について。白人至上主義とは、白人がその他の人種よりも優れているとする思想のこと。現在でも欧米諸国には白人至上主義を掲げ活動している団体が数多く存在するんです。その根底にあるのは、19世紀生物学研究を推し進めたチャールズ・ダーウィンをはじめとする研究者のほとんどがヨーロッパ人だったこと。彼らが取り組んだ人種研究が白人優位なものだったため、後の差別思想につながっていったとされているんです。白人至上主義の影響力は欧米文化のあらゆる場面に現れています。例えば身近なところだと、ニューヨーク、ミラノ、ロンドンのファッションショーのモデルの8割が白人であることも白人至上主義の影響とされています。ジョセフは高校生となったこの頃からアメリカ、ナチ党、クークラックスクランなど複数の白人至上主義団体に所属。17歳の頃には高校を中退して結婚もしているんですが、ジョセフの DV を理由に4ヶ月で離婚。それも差別思想を掲げるその暮らしの中で、彼が他者に対する暴力性を強めていった結果。ジョセフはじゃあもう白人以外の人種への差別意識を強めていった結果、殺人まで手に染めるようになっちゃったわけ。ジョセフがね、殺人に手を染めるようになるまでにはね、また別のきっかけがあるんです。それはね、皆さんもよく知っているある男の著書だったんです。劣等人種の排除。我々は敵を絶滅させる根こそぎに容赦なく断固として役に立つのは人を殴れる人間だけだ。ジョセフは寝室で机に向かい、その本を夢中になって読みふけていた。綴られたその言葉を声に出すたび、彼の鼓動はみるみる高鳴っていく。ジョセフが食い入るように読んでいるその本のタイトルは、我が闘争。そう、ナチスドイツの指導者ヒトラーの著書だった。そしてその本の中のある一節にたどり着いた時、ジョセフは静かに本を閉じ、椅子からゆっくりと立ち上がった。平和は剣によ
ってのみ守られる。武器を取らなければならないんだ。そう口にしたジョセフが歩み寄ったその壁際には一丁のライフルが立てかけられている。彼はそのライフルを手に取ると視力を失った瞳を一層ギラつかせ、こう言った。ヒトラー、そして神から与えられた俺の使命、それは劣等人種の排除。ジョセフはヒトラーの我が闘争を初めて読んだ時、そこに書かれている内容がまるで神からの啓示かのような感覚を覚えたといいます。この体験以来、ジョセフはナチスへの強い敬意を表すようになり、なんと自分の名前までも変えてしまうんです。そう、実のところジョセフという名前は彼の生まれ持った本名ではありません。ジョセフの名前はジェームズ・クレイトン・ボーン。ジョセフ・ポール・フランクリンという名前は彼が26歳の頃自らの意思で改名したものでした。その由来はヒトラーの側近ポール・ジョセフ・ゲッベルスとアメリカ建国の父ベンジャミン・フランクリンを組み合わせたもの。ナチスとアメリカの融合、それこそがジョセフの名前に込められた思いでした。そして黒人とユダヤ人の排除を誓った彼はこの後ついに銃を手に取り殺戮を繰り返していきます。ジョセフはヒトラーに影響を受けてたのね。そうなんです。ナチスのユダヤ人迫害も白人至上主義からね由来するようなものでもあるんですよ。なのでジョセフがねヒトラーにたどり着くっていうのはこれはねもしかしたら必然だったのかもしれないんです。そしてジョセフが27歳を迎えた1977年8月7日、ついに彼の教団の最初の犠牲者が出てしまうことになるんです。その日、ウィスコンシン州マディソン市の街中で撃ち殺されたのは白人女性と黒人男性のカップル。30メートル以上離れた物陰から銃弾を放ったジョセフは満足げにつぶやきます。劣等人種と付き合ったりするから悪いんだ。そう、ユダヤ人と黒人の排除を誓った彼はそこから死に物狂いで狙撃を習得し、この頃には腕利きのスナイパーとなっていました。さらにジョセフが見据えたその先に倒れている女性はなんと元々は彼の友人。ジョセフは友人が黒人男性と交際し始めたことを聞きつけ、彼女の命を奪うことにしたんです。意味わかんねえよ。そこからジョセフは警察が自分を見つけ出すその前に車へ乗り込み素早く逃走。以降この犯行手口が彼のお決まりのパターンとなっていきます。ジョセフは毎回事前に逃走経路を確保した上で入念な変装を行い犯行に臨んでいました。そのため警察はなかなか彼の尻尾をつかむことができず、わずか3年で20人以上もの被害者が出ることになってしまったんです。差別意識だけでさ、ここまでのことができるってなんだろうね。もうジョセフにとってはこれが全てだったのね。いくらね生い立ちがね劣悪だったとしてもね狂ってるとしか言いようがないっすよ。それ言い訳にできないっす。そしてジョセフのねその狂った様子、逮捕された後も変わらなかったんです。ジョセフが犯行を繰り返すようになってから3年後の1980年10月、FBI による全国的な捜査網が展開された結果、ついにこの男は逮捕されることに。そして取り調べに際してもジョセフは一貫してその差別思想を主張。多くのシリアルキラーが快楽や性欲を理由とする中で人種差別だけを理由にするジョセフは警察から見ても異質な存在でした。しかし関係者一同が本当に驚かされるのはジョセフの裁判を迎えたその時のこと。被告人席に着いた彼は厳粛な空気の中、確かにこう言い放ったんです。俺はもう白人至上主義ではない。殺人を行ったことも後悔している。逮捕後も徹底してその差別思想を語っておきながらこの後に及んで態度を一変させたジョセフ。この発言は当然彼の本心ではありません。過去の過ちを悔い改めた自分は許されるべきだという罪を逃れるための言い訳だったんです。結局そんな身勝手な主張が通るはずもなく、1997年ジョセフは殺人、暴行、銀行強盗など多数の罪に問われ死刑を言い渡されることになります。ただ実は一人だけジョセフのこの判決に異議を申し立てた人物がいました。それはなんとポルノ雑誌ハスラーの編集長ラリー・フリント。ジョセフに狙撃され下半身不随となった彼は憎しみをあらわにこう話します。薬物を使って人生を終わらせるより生きさせる方がはるかに罰が多いはずだ。しかしラリーの異議は結局認められず、2013年11月20日ジョセフは予定通り虐殺刑でその生涯を終えることとなったんです。両親からの人とも思わないような扱いから白人であることにしか自分の価値を見出せなくなってしまったジョセフ。彼が他人を貶めて手に入れたその誇りは決して誇りと呼べるようなものではありませんでした。もしジョセフのその執念が自分を高めることや世の中のために使われていれば、彼は違った未来を歩んでいたのかもしれません。